スリランカ世界遺産巡り、ダンブッタとシーギリアロック。こんにちは。スリランカ旅行中の夏戸です。現在古都アヌラダープラにいますが、これからさらに内陸の町ダンブッタへ向かいます。この力車はクミーというスリランカ版 Uber アプリを利用して呼びました。 Uber は便利ですが、その国ローカルのアプリが便利なところも多いので、海外旅行の際には調べておくと良いですね。アヌラーダプラにはバスターミナルが複数あるのですが、ダンブッタ行きバスが出るのは町の北部にあるオールドバススタンドのようです。既存製の中古バスで向かう模様。スリランカではアショークレイランドというインド製の車両が多いですが、不走性は座席もしっかりしてるし、エアコンが効いて快適やね。ダンブッタ到着。宿にチェックイン完了。今回も個室、エアコンなしのダブルルーム、水回りは洋式トイレに水シャワー。普通やね。ちょっとだるいなと思って体温を測ったら 38.6 度。咳も出てるし風邪かな。おはようございます。熱を出して数日寝込んでいました。咳がひどかったのですが COVID-19 でしょうか。わかりませんが、とりあえず元気になったので、この町の目玉の一つであるランギリダンブッタの石窟寺院を見に行きたいと思います。まずは腹ごしらえ。相変わらず量が多い。麺をスプーンで食べられるのかと思ったら、麺が細切れにされてて食べやすくされてた。ヌードル自体はやや薄味だけど、これにケチャップとか唐辛子とか謎のドロッとしたソースをかけるとうまいんよな。満腹になったので寺院に向かいます。イニシャル D、 スリランカでも流行ってるのか。道なりに沿って進んでいくとありました。金色に光っていて綺麗やね。敷地内に入ると黄金の仏像が現れました。でかいな。建物にはゴールデンテンプルと書かれていますね。ここは以前ダンブッタの黄金寺院として世界遺産に登録されていたらしいです。しかし何とも言えない顔してますね。山に登ろうとしたら猿が戯れてた。この猿はソクモンキーというスリランカ固有種らしい。観光地の猿は見ている分には楽しいのですが、人間のものを奪うことがあるので注意が必要やね。階段が整備されているのは嬉しいのですが、ここ数日の体調不良でだいぶ体力が落ちてる感じがします。疲れる。道中は屋台も多いね。栄養補給にジュースをいただきます。これはうまい。ライムジュースはインド亜大陸では人気の飲み物の一つ。甘さ控えめで酸味と塩分もあり、疲れた体にスッと入ってきます。これあれば熱中症にはかからなさそう。しかし坂道が辛いのは変わらず、少しずつ歩きます。チケットブース到着。代金を支払ってチケットを購入しました。階段が多すぎる。気合を入れなければ。いや、しかし上からの眺めは良いね。この辺は平地が多いので遠くまで見渡せます。ようやく石窟寺院のあるところまで来ました。靴を預けて中に入ります。洞窟に入ると涅槃仏が見えます。涅槃仏の足元にもブッダ像が置かれてますね。他の洞窟もこんな感じで涅槃物や仏像が置かれていたり、壁画が描かれてたりします。これらの壁画や彫像は釈迦とその生涯に関することを表しているらしい。仏像は153体、スリランカ王の像が3体、ヒンドゥー教の神様の像も4体あるとのこと。この石窟遺跡及び黄金寺院の歴史は古く、紀元前3世紀まで遡ります。元は僧院だったのですが、紀元前1世紀頃に寺院へと転換し発展していったようです。石窟は紀元前1世紀から13世紀と非常に長い期間にわたって建築されたらしい。期間が長すぎる。サグラダ・ファミリアか。一通り見終わったので下山しよう。アイスの屋台があったので一ついただきます。冷たくて甘い。普通のアイスが暑さで削られた体に染み渡ります。さて、遺
遺跡を見終わった後は次の観光名所であるシーギリアへ行きたかったのですが、今日のバスは終了とのことで近くの安宿へ移動しました。シティパラダイス DAMBULLA3000 ルピー1500円。やや高いが1人しかいないので実質個室。エアコンとホットシャワー付きで良い。夕飯は近所のスーパーで購入してきました。このカップ麺、待ち時間が4から6分と書いてあってアバウトすぎる。麺の硬さを好きなように調節しろということなのだろうか。辛すぎるのを警戒してスープ類半分にしたので味の評価できず、半分でもむせるので全部入れたらやばそう。まあ悪くはないですね。お腹も膨れたので寝ましょう。おやすみなさい。おはようございます。こちらは朝飯のリンゴです。スリランカはリンゴの栽培には適してないと思うので輸入品かな。さて、今日も世界遺産である古都シーギリアへ向かいます。まずはバスターミナルへ向かいます。これがシーギリア行きのバスらしい。日本の中古車両ではなくローカル感あふれる車両やね。シーギリアに到着しました。遺跡の入り口は別の場所にあるらしいので歩いていきます。この辺には野生の象がいるらしい。見てみたいけど近くに来たらビビるだろうな。チケット売り場を探してさまよってたらジューススタンドを発見したので一ついただきます。Thank you。すっきりしていてうまい。チケット売り場は博物館の中らしい。アヌラーダプラも高かったけどこちらも同じぐらいの値段。地元民はいくらなんやろ。チケットを見せて入場します。しばらく歩いたら遠くに巨大な岩が見えてきました。あれがシギリアロックです。火道内のマグマが硬化してできた岩形で高さ約180メートルの巨大な岩らしい。今のスリランカに活火山はありませんが、数億年以上前にできた岩が長い年月をかけて周りの地層が削られ、結果として突出する形になったらしい。この巨大な岩の上には5世紀頃に建造された要塞化した王宮跡や岩を取り囲む水路、庭園、貯蔵施設といった都市遺構が残っています。現在ではスリランカでも随一の観光名所となっていますね。岩肌には階段があるため入場料さえ払えば上まで登ることができます。岩の根元まで来ました。こうして見るとすごい造形やね。途中に給水ポイントがいくつかあります。相変わらず暑いので嬉しいところ。階段は広くはないですがすれ違いは問題ない程度。人も多いですが待ち時間はそこまで長くないかな。岩の根元には巨大な足も。頂上に近づいてきました。手すりには金網もついてますし落ちることはないと思いますが、高所恐怖症だと厳しそう。山頂到着。良い眺めやね。この近辺は平地なので遠くまで見渡せます。この辺りのブロックが遺跡なのかな。今でこそ階段で簡単に上がれますが、当時はそんなものないでしょうし、よく岩の上に王宮を建てられたものです。古代のスリランカ人すごいね。頂上には猿も多い。近づいても逃げないし人慣れしてるね。さて、そろそろ戻るかな。降りるルートの途中には壁画があるのですが、こちらは撮影禁止とのこと。降りてきました。出口にもお土産屋などがありますね。暑いのでアイスをいただきます。観光地価格でちょっと高いけどまあいいでしょう。バス停のある道路に戻ってきました。ここにはノンアルコールカクテルの移動販売車があったのでこちらも飲んでみます。これはかなりうまい。ミントも入っててノンアルコールのモヒートみたいな風味よね。街中で飲むライムジュースとはまた違った味わいです。帰りも同様にローカルバスに乗って戻ります。
アンブッダに戻ってきました。今日はこれからさらに南部の町キャンディへ行きますが、次の動画にしましょう。というわけで今回の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは海外一人旅の様子を公開しています。いいね、チャンネル登録、フォローなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。